はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。今日はですね、2025年11月に発売された今めちゃくちゃ話題の標準単焦点レンズキヤノン RF45mm F1.2 STM、 こちらをですね紹介していくんですけども、もう商品名の時点で結構やばいですよね。 RF45mm F1.2 STM をあえて初代 EOS-R に装着して、スペックはもちろんなんですけども、実際の作例やいいところ気になるところ、どんな人におすすめのレンズなのか、この辺はですね実際のユーザー目線で正直にお話ししていきます。 F1.2 の世界がここまで身近になったのかっていう驚きも含めて、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。はい、ではまずはですね、基本スペックからざっくりと確認していきましょう。スペックはこんな感じです。 RF45mm F1.2 STM は RF マウントフルサイズに対応しています。焦点距離は 45mm ですね。開放絞りは F1.2、 最小は F16 です。レンズ構成は7群9枚、絞り羽は9枚の円形絞りですね。意外と見落としがちなところなんですけど、最短撮影距離は 0.45 メートルですね。そして最大撮影倍率は 0.13 倍。この辺はですね人によっても好みが分かれるかなと思います。フィルター径は 67mm で、サイズや重量感はこんな感じです。またこのレンズは手ブレ補正が入っていないので、そこは注意が必要ですね。ざっくり言うと F1.2 のエモいボケを L レンズほどのサイズ価格じゃなく、もっと気軽に楽しむことができる標準単焦点っていうようなポジションですね。 L レンズの RF50mm F1.2L みたいな最高峰ではなくて、持ち運びやすさと価格をかなり意識した F1.2 レンズっていうのがこの RF45mm です。そして価格帯ですね。キヤノンオンラインショップでは税込み66,000円になっています。はい、では次にですね外観の方を見ていきましょう。僕がですね一番最初に感じたのは F1.2 と聞いて想像するサイズよりも明らかに小さいんですよね。直径 78mm、 長さは 75mm、 重さは 346g ですね。この数字で見るとそこそこあるように思うんですけど、目の前に置くとですね意外とコンパクトなサイズ感です。でこのデザインはですね最近の RF レンズらしいシンプルでミニマルな見た目です。表面もテカテカしすぎないマット気味のブラックで、安っぽいプラスチック感が全開っていう感じではなく、価格を抑えつつもちゃんと作りましたっていう風な印象ですね。はい、では操作系はこんな感じです。前側にはですね幅広のフォーカスリングがありまして、その後ろにはですね ISO、 露出補正、シャッタースピードなどを割り当て可能なリングがついています。側面にはオートフォーカス、マニュアルフォーカス切り替えスイッチ、先ほどもお伝えしましたがレンズ内の手ブレ補正は搭載されていません。実際の使い方としてはコントロールリングに ISO、 フォーカスリングはそのままマニュアルフォーカス、こんな感じで割り当てておくと、ファインダーを覗きながら指先だけで露出を追い込むことができますので、動画撮影やスチル撮影でもかなり快適に使うことができると思います。このレンズはですね防塵防滴には対応していません。どちらかというとマチスナップやポートレート、屋内動画みたいな比較的ライトな現場向けのレンズだなと思いました。はい、では実際に EOS-R に装着した状態を見ていきます。 EOS-R のボディ重量が約 660g、 そこに 346g のレンズが乗りますので、トータルで約 1kg ちょいのセットになります。この数字だけ見るとまあまあ重いなと思うかもしれませんが、実際に持ってみると前玉が重すぎないので前のめりにならず、バランスが意外といいんですよね。これ動画では伝わりにくいんですけど、グリップが深い EOS-R と組み合わせると親指と人差し指でしっかりとホールドすることができるんですね。あとはですねこんな感じで片手スナップもそこそこいけます。この EOS-R って
今となっては世代的にはちょっと古めのボディになってしまうんですけど、オートフォーカスもまだまだ現役で、キヤノンらしい発色でブロマリも結構いいんですよね。そこにこの RF45mm F1.2 を組み合わせると、まだまだ EOS R いけるじゃんって思わせてくれるようなレンズでした。はい、ではここからはですね、実際の作例を見ながらお話ししていきます。このカットはですね、街中を歩きながら撮影した1枚です。この写真パッと見だとシネマティックな静止画みたいな印象ですよね。この 45mm という画角のおかげで、画面の中に余計なものが入りすぎない割に窮屈すぎない標準画角なので、構図が結構組みやすいです。 F1.2 で撮影したんですけど、周辺部はかなりシャープに映っています。周辺まで改造が綺麗に伸びてきます。色的にはザ・キヤノンっていう感じの発色で、緑や青も素直に発色します。 RF45mm は風景専用レンズというわけではないんですけど、1本だけ持って行ってドライブや旅行に行くという風な感じであれば、風景も十分にこなせる描写があると思います。一方でちょっと惜しいポイントがあるんですけど、最短撮影距離が 0.45 メートル、最大撮影倍率 0.13 倍になっていって、ガチの寄りみたいな絵はちょっと作りづらいかもしれません。物撮りや料理をガチでやる人であればマクロレンズを別に持っていた方がいいんですけど、日常の写真をちょっとエモく撮りたいくらいなら十分実用的なレンズです。次にですね、動画でのオートフォーカス挙動を見ていきましょう。このレンズはですね、 STM ステッピングモーターを採用しています。 USM みたいな瞬間移動するようなオートフォーカス挙動ではなくて、どちらかというと速度は十分速い、動き方は滑らかで違和感のないフォーカス移動っていう風なイメージです。 F1.2 で撮影を行ったんですけども、普通に被写体を追い続けてくれました。画角変化、いわゆるフォーカスブリージングはゼロではないけどそこまで大きくはないです。 RF45mm F1.2 STM のいいところをお伝えしていきます。 F1.2 の世界が約6万円 346g で手に入る。従来の F1.2 のレンズって価格も重量もえぐいのが当たり前だったんですけども、本気の F1.2 を日常のレンズサイズに落とし込んできたのが最大の魅力になっています。はい、そして2つ目ですね、 45mm という絶妙な画角。 50mm だと少し狭く感じてしまうシーンでも、この 45mm であればほんの少し視界が広くなってちょうどいい抜け感を確保することができます。はい、そして3つ目ですね、開放は柔らかく絞ると切れるような描写感。解像度モンスターっていうよりは作品作りのための描写バランスに寄せてあるのが印象的ですね。はい、そして最後に4つ目ですね、コントロールリング付きで操作性が高い。でもちろんですね、完璧なレンズっていうわけではないんですけど、惜しいなと思った部分、注意しておきたいポイントも正直にお話ししていきます。でこちら1つ目はですね、手ブレ補正がないんですね。ガンガン歩き撮りして動画をメインに使う人であれば、ジンバルやリグ前提で考えた方がいいと思います。で2つ目はですね、最短撮影距離が 0.45 メートルで普通からちょい物足りないくらいの感じですね。この辺はですね、人によって好き嫌いが分かれるかもしれません。はい、そして最後に3つ目ですね、防塵防滴ではない。この辺も人によると思うんですけど、ヘビーな現場メインに使う人はやはり L レンズの方が安心ですね。あくまでも普段使いや作品撮り、 YouTube、Vlog、ポートレートみたいなフィールド向けだと割り切った方が幸せになれると思います。じゃあ結局この RF45mm F1.2 STM は誰におすすめのレンズなのか、僕なりの答えを3タイプに分けて作ってみました。こういう人にとって RF45mm F1.2 STM はかなりバランスのいい一本になると思います。ぜひですね、皆さんも使ってみてください。はい、では今回はですね、この Canon RF45mm F1.2 STM を EOS R に装着してがっつりとレビューをしてみました。
実際に使ってみた僕なりの感想としては、完璧な万能レンズというよりは、持ち運びやすさと F1.2 の魔力を最高に気持ちいいバランスで詰め込んだレンズという風な感じですね。L レンズのような圧倒的なビルドクオリティや防塵防滴性能はないし、より性能や手ブレ補正も割り切りが必要になっていますけども、その代わりに 346g の小型軽量で約6万円前後で手に入る F1.2 の大きなポケットを柔らかくて立体感のあるような描写、この組み合わせは正直かなり魅力的です。 EOS R をまだまだ現役で使いたい人にも次に買う一本として十分候補に入ってくるレンズだと思います。僕の動画の概要欄におすすめのレンズフィルターやアクセサリーも載せておくので、ぜひそちらもチェックしてみてください。